こんにちは。メタルガレージの田丸です。はい、よろしくお願いします。今年の一番はプロポキャパシタっていうんですけど、プロポキャパシタ、はい、これをプロポの、はい、このプロポとバッテリーの間に、はい、このキャパシタを取り付けると、非常にスロットルレスポンスとハンドリングが非常に良くなります。先週 ARP サーキットさんでお試しで、つけてもらったんですけど、皆さん非常にいいです。で外すと非常に雑になってあった方がいいっていう感想をいただいておりまして、今までないと思います。であとこのプロポにメリケン型のプロポハンドルです。はい、凶器ではありません。ポハンドルね。はい、男心をくすぐるパーツってことで人気あります。はい、次はですね、プロポに、こういったノーマルホイールとか、F1 のホイールを取り付けるためのアダプターですね。こちらが3話用のF1 ホイールなんですね。これは2話用の F1 で、こちらはノーマルのホイールを取り付けるためのアダプターですね。まあ各社これは付けたい人多いんじゃないかな。今年は RDX と TT02 がちょっと人気があるので、いろいろ結構重点的に結構作ってます。こちらのRDXNG コンバカーボンシャシを、RDX の発売に合わせて作らせていただきまして、メインシャシとアッパデッキ、はい、であとサイドブレーカー、でバッテリーサイドプレート、はい、でカーボンモーターマウント、はい、でギアボックス2ミリかさ上げプレート、ギアボックスかさ上げもあるんだ。はい、かさ上げするとちょっとこう、スロットを入れた時にトラクションがぐっとかかりやすいというか、来月か再来月ぐらいに発売予定なんですけど、 RDX を WR にする、キットというか、モーターマウントと、ジョイントパーツを発売しようと思ってます。これセットでっていうことですね。これが今これついてるんです。こういう感じになります。なるほど。ノーマルのギアボックスを前後反転させて、このモーターマウントを取り付けて、こういう感じにできます。これは上に上がったりとかしますか？そうですね、リバーシブルになってて、裏表返すとこういう感じにできるんですね。なおかつ無段階に調整できるんで、あと、こういう感じにして、あとこのバッテリープレートがあるんで、この向きにつけたりこの向きにつけることで、ここにアンプを置いたり、こういうバッテリープレート、これ何気にすごく良さそうな気がする。これ男心をくすぐっちゃう系ですよね。くすぐっちゃう系ですね。このヨコモさんの、バッテリーホルダーと、同じように取り付けられる、カーボンバッテリーホルダーを、また発売予定です。すごい開発いっぱいしてますね。はい、いろいろとやらせていただいてます。TT02 ですね。ラフさんっていう TT 得意な先生がいられまして、で、ラフさんにアッカーマンプレートとベアリング押さえプレート、これはかなり効くっていう話。はい、ノーマルの状態だとベアリングがちょっと遊ぶらしくて、きちっとこのプレートでベアリングを押さえることで、スパーのガタつきを抑えて、ギアの破損というか、消耗を防ぐと、そういう効果もあるんで非常にいいです。これはかなりおすすめだね。おすすめです。02の人はこれ買った方がいいな。買った方がいいですね。こんないいものあるんだ。でバッテリープレートですね。はい。で横にもなるし縦にもなるし、で前後この穴利用して前後できるので、新しいのとしてこのバンパーアダプターですね。前後のバンパー。要はこれですね。これをつけることによっておなじみのフロントバンパーとかディフューザーが取り付けられると、すごくかっこよくなるんで TT が。見た目がいいね。これそうですね。これですね。スキッド&トーインプレートですね。このプレートを取り付けることで、このサスピンの位置がトーインが変わったり、またスキッドがつけられるってことで、0度と1度が選択できる。なるほど。メタルガレージさんすごいアイディアマンだ。いやでもやっぱりそうやっていろんなラジコン好きな方からアイデアをいただいて、で形にするっていうことも結構多いんで。でもスピードが速いですよね。僕しか社員がいないんで、もう即断即決で僕が設計してもうすぐ作るみたいな感じなんで。有限
速攻ってやつですね。もうそこですね。そうですね。ちなみにこれ何ですか？これはですね、TT01 用のモーターマウントで、TT01 ってモーターを3種類か4種類選択するんですよ。だけどもっと細かくピニオンを選択したいっていう要望でこう長穴にしてモーターをこうずらせるように。次はですね、キャパシター関係ですね。ターボブースターなんですけど、これはサーボブースター、キャパシターで、サーボのところにつけるキャパシターなんですけども、これデモではこの部分ですね。これね。はい。今これでステアリングを切るとですね、これサーボのところの黄色がサーボのところの電圧波形、で青いのがバッテリーのところの電圧波形があってですね、そうするとステアリングを切るとこれだけ波形がギザギザと乱れてしまうんですね。でこれがハンドリングとかアクセルのコントロールに悪影響を及ぼすんで、このスイッチでこれが配線がつながりましたんで、この状態にするとさっきのギザギザがなくなって全部なだらかになるじゃないですか。このなだらかになることによってその走行中のハンドリングが手元の操作にリニアに反応するようになるという、サーボと、ジャイロの間にはめるという形ですね。材質が特殊なものと言ってたんですけども、以前のモデルは普通の電解コンデンサーなんですけど、で今回ですね、2023年モデルから高分子ポリマーコンデンサーというものに交換しまして、でそれに交換することによって同じ体積でも性能が6倍ぐらい出るんで、体積は変えずに、2023年モデルから性能が上がっているという形になっています。アンチングも減るし、保持力が上がって、トレース性がライントレース性が上がる。今のドリフトシーンだと結構滑らかさを求める人多いですもんね。そうですね。じゃああとはこちらですよね。あとはウィングステ関係ですね。アルミの加工やっぱり得意なんで、メタルガレージね、プロですもんね。これ人気ですよね、本当に。今売れ線どれですか？売れ線はこの辺ですね。この辺ですか。シュッとこの辺ですね。あとこの辺。この辺とか。いろいろありますよね。でお客さんからこういう形がいい、欲しいんだけどっていう要望を聞いて、やっぱ形にしていくっていうのをしたいの。かゆいところに手が届くと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。